эту волну.皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。今日は最初に視聴者の皆様にお知らせがあります。今回、ニコニコ動画で特設チャンネルを作っていただいたので、YouTube からごっそり削除した動画はそちらに掲載することになりました。ニコニコチャンネルの使用により一部有料になりますが、会員制ですので YouTube で表示できなかったところも表示できるようになりました。URL などは概要欄に掲載しておきますので、バフムトやウディーユカの攻防戦など、過去の戦況を動画で確認したいときはそちらをご覧ください。動画はこれから少しずつアップしていきます。ちなみにノートでは過去の動画をテキストとイメージで公開していますので、そちらでも参照することができます。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから938日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1130名、戦車6両、装甲戦闘車3両、砲25門、ドローン25機、その他車両63両、となっています。戦線全体では、1日で157回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 2.5 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 2.5 倍になります。ロシア側の損失は歩兵戦闘車、民生用のバンが多く、反対にウクライナ側はピックアップ、装甲戦闘車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシア大統領府の発表によると、プーチン大統領は来年の予算の作成にあたり、防衛力の強化、ウクライナ併合地域の統合などが優先して含まれると述べ、戦争継続のための予算を準備するよう指示しました。記事によれば、今年のロシア国防費は 10.5 兆ルーブルの予算でしたが、13.3 兆ルーブルと大幅な予算オーバーになるとの分析がある一方、すでに成立した予算では来年から国防費が 8.5 兆、7.4 兆と減少する予定となっています。それに加え、ロスバンクのアナリストは、最近の原油価格の下落が予算作成の問題になる可能性があると指摘しています。2番目。ロシア国営テレビで放送されるプロパガンダトークショーで、ウクライナの NATO 加盟はロシアに有益であるとの論説が飛び出しました。プロパガンダトークショーの常連である、北東欧諸国政治研究ロシアセンターのアレクサンダー・シティ所長は、この日も登場し、戦争の結果、ウクライナは今後長期にわたり、ロシアの敵になった。もはや、ウクライナが NATO や EU に加盟しているかしていないかは問題ではない。どちらにせよ、ウクライナはロシアの敵だ。もし、ウクライナが NATO に加盟すれば、ウクライナはロシアの敵であることが、よりはっきりとわかることになるだろうと述べ、遠回しの表現で、ウクライナが NATO に加盟すれば、ロシアは特別軍事作戦を行う必要がなくなると指摘しました。プーチン大統領は、特別軍事作戦の目標の一つに、ウクライナが NATO に加盟することを阻止することを挙げていましたが、記事では、特別軍事作戦の結果、ロシアはウクライナを追い込むことができず、逆にプーチンが追い込まれることになったと指摘しています。
3番目。現地時間の9月17日の夜、ウクライナから750キロ離れたモスクワに史上最大規模のドローン攻撃があった模様で、ロシア当局は150機近くのドローンを撃墜したと主張しています。一方、モスクワに近いエンゲルス空軍基地近くの住民が投稿した SNS では、爆発音を記録した映像が確認でき、その後の航空写真では、地面が広範囲に焼け焦げた痕跡があり、その中で Tu-95 と Tu-160の2機の爆撃機が確認できます。攻撃前の9月15日の衛星画像では、4機の Tu-95 と2機の Tu-160、2機のAn-12が映っていることから、これらの爆撃機、輸送機が損傷した可能性があります。ロシアでは、これらの戦略爆撃機は、1990年代に生産が終了し、再生産や補充が効かず、非常に価値の高いものとなっています。にもかかわらず、エンゲルス空軍基地は、それまで何度かウクライナのドローン攻撃の目標となっていて、攻撃される可能性があるにもかかわらず駐機しなければならない理由があるものと考えられます。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから42日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温14度、最高気温26度。今日の天気予報は曇りとなっています。コレネボ方面。この方面では様々な未確認情報が流れていて、戦況は霧の中となっています。まず、詳細な場所は不明ですが、コレネボ方面のどこかで森の妖精が現れ、ルシアン軍を焼いて帰りました。ルシアン軍はライフルで応戦しましたが、あまりうまくいかなかった模様です。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第103郷土防衛旅団のものとなっています。その他の未確認情報をいくつかお伝えすると、コレネボの6キロ東にあるオルゴフカからベトレの、その北側郊外の広い範囲でウクライナ軍が再占領したとの情報。さらに、その5キロ東にあるクレミアノエでルシアン軍が包囲されているとの情報があり、ルシアン軍の部隊が包囲を突破して援軍を送ろうとしているものの、失敗しているとの情報があります。反対に、スジャの南東15キロにあるボルキからスパルノエでは、ルシアン軍が攻勢を仕掛け、少なくともボルキを奪還したとの情報がありますが、これらは地上戦が継続中か、または未確認となっていますので、続報が入りましたらお知らせします。ハルキウ方面。この方面で、ルシアン軍は2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、ルシアン軍は前進できませんでした。一方で、ウクライナ軍は反撃を行い、前進しました。ボフチャンスク方面。昨日の動画で、ウクライナ軍が骨材工場を奪還したことをお伝えしましたが、その後も、ウクライナ軍は反撃を継続し、骨材工場の北にある製粉所工場を奪還しました。この場所に、ルシアン軍が空爆を行っていることから判明しました。記録によると、FAB3000 を使ったと記されています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、地図で示した場所の様子となっています。この場所を、係争地からウクライナ軍が奪還したとして、戦況図を更新しました。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で11回、スバトベクレミンナ戦で21回、シベルスク周辺は3回、チャシフヤール周辺で6回、トレツクの方向に19回攻撃を行いました。
スバトベ・クレミンナ線。昨日お伝えした未確認の情報について、複数の情報を総合すると、ロシア軍はネフスケの南東で前進し、反対にウクライナ軍はテルニーの南で反撃して奪還したとして戦況図を更新しました。チャシフヤール方面。1番目。チャシフヤールでは、ロシア軍はこれまで正面からまっすぐ突撃してきましたが、最近になり南北から回り込む戦術を取り始めた可能性があります。そのうち、昨日の動画で、アフマト部隊が運河を越えて威力偵察を行ったとお伝えしたイワニフスケの南の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が境界森林にドローンで攻撃を行っていて、この場所にルジアンがいることが確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第5突撃旅団のもので、地図で示した場所の様子となっています。この付近で、最後に、戦況の変化が確認されたのは6月でしたので、3ヶ月ぶりとなります。この場所を、係争地からロシア軍が前進したとして、戦況図を更新しました。面積は 2.7 平方キロほどになります。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で40回、クラホフ方面では、昨日と同じ42回、ブレミフカ方面で7回攻撃を行いました。ウクライナ軍の第59自動車化歩兵旅団のゼホツキー将校は、この方面の戦況について、状況は緊迫しているが制御されている。昨日1日で、敵は我々の陣地に10回攻撃を行い、無人機の攻撃は160回かもう少しあったと説明し、激しい地上戦が続いていることを説明しました。ちなみに、第59独立自動車歩兵旅団は、最激戦地のウクラインスク、ヒルニク付近で防衛を行っています。また、ロシア軍の戦術について、今、敵はポクロフスクのインフラを破壊し、給水ポンプは破壊され、ここ1週間は空爆で高架橋を破壊しようとしていると述べ、ロシア軍がインフラを破壊して、側面からポクロフスクに近づこうとしていると指摘しました。これは、最初のポクロフスクへの正面突破が成果が出なくなり、現在、側面から攻勢を行っていることを意味している発言となっています。ポクロフスク方面。1番目。フロジフカでは、位置情報付きの映像によるとルジアンが市街地に入り、前進しています。ご覧いただいているのは、おそらくウクライナ側の撮影したもので、地図で示した場所でルジアンを観察している様子となっています。この付近まで、係争地からロシア軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は2平方キロほどになります。2番目。反対に、ノボフロジフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃を行い、ウクライナ軍のセネター装甲車両が損傷しましたが、ルジアンをわずかに押し戻しました。その範囲を、ロシア軍の占領地から、係争地に戦況図を更新しました。3番目。西側正面のウクラインスクでは、包囲の危険があったことから、ウクライナ軍が撤退し、ロシア軍が旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、地図で示した鉱山のエレベーターで旗を掲げるロシア軍の様子となっています。ウクラインスクは、鉱山も含めてロシア軍が占領したとして、また、ウクラインスクとリシフカは、占領を示す赤マークに戦況図を更新しました。面積は7平方キロほどになります。クラホフブレミフカ方面。この方面で、ロシア軍は最も戦力を投入し、コスティアンティニフカ、ボジャネの炭鉱で活発に活動し、前進を図っていますが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。南部ザポリージャ州。南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で攻撃の報告はなく、ドニプロ川の三角地帯で5回攻撃を行いましたが、
いずれもウクライナ軍が撃退し、今のところは戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。